いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は南伊豆弓ヶ浜温泉トキ一遊さんの後半の動画となります。前半では客室や館内、弓ヶ浜などを紹介しておりますので、まだ見てなくてこのトキ一遊さんを詳しく知りたい方はサムネイルで前半と書かれている動画をご覧くださいませ。それでは前回の続きを少し前からお届けします。ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは前回の続きの食事の前からスタートです。食事をする場所は3階にあるのですが、今回食事をする場所は別のところとのことで、今いたお風呂があった1階からエレベーターで3階に上がり、連絡通路から別館に移動し、エレベーターで1階に降りたところに食事処があるとのこと。その食事をするところがこちら、泉堂旬のありかです。入ると奥から従業員さんが来て、3名でご宿泊の〇〇様ですねと声をかけられ、なぜわかった、エスパーかと思いましたが、食事の時間は事前に決まっているため分かって当然ですよね。ちなみにこの旬のありかで食事をするのは、この別館のメゾネットスイートに宿泊した方と、今回私が泊まったしかりといつきもここでの食事になるみたいですね。こちらでは和モダンな空間でワンランク上の料理を提供していただけるようです。あとこれが献立表ですが、3月に行った時のものとなりますので、今現在の料理が知りたい場合はトキ一遊さんのホームページで確認できます。そしてお飲み物ですが、先ほどビールはラウンジで飲んだので、静岡の地酒飲み比べセットにしました。それぞれ美味しいし、おちょこが大きくてかなりお得でしたよ。ここからは献立表の料理になります。まずは食前酒の柚子梅酒です。続いてあん肝のサラダ仕立て、あん肝に臭みなどなく日本酒によく合い、とても美味しいです。続いては前菜になります。前菜は右から炙りホタテとアスパラ吹き味噌、生湯葉とアボカドのとびっこあえ、菜の花宝書巻き車エビ5色あえ、白魚とたけのこ姫皮の梅肉あえになります。お上品な料理ですよね。食べるのがもったいなく思えちゃいます。普段のがっつり食べる感じも好きですが、このようにお酒を楽しみながらいろいろな料理を少しずつ食べられるのもたまにはいいもんですよね。続いてははまぐりすまし仕立てうどです。シンプルながら香りとうまみが凝縮されたお椀。はまぐりってなかなか食べることがないので、食べた時の感動は半端ないです。続いてはお刺身です。桜鯛にさより、ズワイガニにイカカノコにマグロの中トロです。そして本わさびをその場ですり、鮮度抜群の香り高いわさび醤油でいただきます。白身魚は塩でいただいてみたり、中トロやカニはわさび醤油でいただきました。あと予約の際事前に言ってあったのですが、生魚が食べられない人には焼き魚とサザエを用意してくれました。続いてはお作りとしてイケイセエビの姿作りです。先ほどのお刺身同様、こちらも鮮度抜群の伊勢エビをお刺身としていただきます。エビだけにプリッとしてるイメージでしたが、これはねっとりとした口当たりに濃厚な味と風味がとても美味しく、贅沢な一品だったと思います。メインの和牛サーロインステーキ 60g シャリアピンソースです。シャリアピンソースとは玉ねぎをみじん切りにして飴色になるまで炒めて作ったソースのようです。60g と聞くと若干少なく感じるかもしれませんが、このメインまでの間にいろいろな料理が出てきているので、お肉を美味しくいただけるちょうど良い量ではないかと思います。小食の方だとこの時点でお腹いっぱいになってそうですよね。そしてお肉を持っただけでわかる極上な柔らかさ。一口食べてみると肉汁があふれ出るジューシーさに、玉ねぎのソースとの相性が良く、とっても美味しいです。またわさび醤油でもいただいてみましたが、これも最高でした。続いては献立表には載ってなかったですが、お口直しのシャーベットが出てきました。さっぱりとして甘すぎないところと、この量が絶妙ですよね。続いては煮物から下田産地銀目鯛の煮付けにたけのことふきです。希望される方にちょこっとご飯を用意してくれるとのことだったので、遠慮なくいただきました。もらえるものは病気以外何でもいただきます。もちろんご飯をいただく理由はこれですよね。金目の煮付けのタレご飯って本当美味しいですよね。ご飯も金目の煮付けも絶妙な量でありがたい。場所によってはインパクト大のでかい金目鯛とか出ますけど、他の料理も結構多かったりするので、意外と苦戦したりするんですよね。続いてはサワラの炊き込みご飯に赤だし仕立てに香の物3種です。ご飯に関してはエスパーが漫画盛りにしましょうかというので遠慮なくしていただきました。プロが作る炊き込みご飯って本当美味しいですよね。赤だし仕立てもとっても美味しかったです。
そしてデザートの桜あんみつわらび餅にあんこ白玉です。最初から最後までこだわり抜かれた美味しい料理を堪能しました。最後にお茶をもらって夕食は終了になります。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。旬の有賀を出るときに可愛らしい折り紙があると思ったら、常連さんの手作りで毎年送ってくれるのを飾ってるとのこと。その常連さんも毎年ここへ来る楽しみが一つ増えるし、いい関係性ですよね。それでは食後はお楽しみのあの場所へ再度行ってみたいと思います。やってきましたロビーラウンジの港テラスです。夜は日本酒が追加されるとあったので見に来てみたら本当にありました。おつまみはナッツの他にチョコレートが追加されてました。今夕食が食べ終わったばかりなのにまだいただきます。甘いものは別腹って誰か言ってませんでしたっけ。締めの日本酒とチョコレートをいただいたら満足したので部屋に戻ってちゃっちゃと寝たいと思います。それでは数秒後にお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。毎度のことですが、寝る時間が早すぎて起きるのも早すぎる竹千代です。これ夜中じゃなくて明け方です。このほんのり明るくなり始めた時間帯の露天風呂もなかなかいいもんですよね。お楽しみの朝食の時間までかなりあるし、お湯加減も最高ってことでゆっくり露天風呂に浸かりたいと思います。お風呂を出た後はせっかくなら使わなきゃもったいないと思い、使い方がよくわからないコーヒーを頂戴します。この時点でとても良い香りがします。そしてベランダに出て波の音を聞きながら優雅なひとときを堪能します。外はかなり明るくなってきましたが、朝食までまだだいぶ時間があるなぁと思ってたら、6時半から大浴場前のふらりで海鮮あら汁がいただけるのを思い出して早速部屋を飛び出しました。ここに書いてある通り、本当に早起きは3問の得ですね。それでは入ってみます。このフロアも景色が良く、とても落ち着ける雰囲気となっております。空いてる席に適当に座り、目の前の大自然をぼーっと眺めてるとスタッフさんがあら汁を持ってきてくれます。このあら汁は伊豆名産の金目鯛をはじめとする海の幸たっぷりのお味噌汁とのこと。中途半端な時間にちょっと食べちゃうと余計にお腹が空きますよね。まだ朝食まで時間があるので、今度は朝の弓ヶ浜を見に行きたいと思います。すごく神々しいですよね。もし雲がなければ朝日が上がるところを見れたかもしれないと思うとちょっと残念です。ちなみに弓ヶ浜と時一遊さんの距離感はこんな感じ。ちょっと外に出ればすぐ海なので気分転換にはすごくいいですよ。というわけでそろそろ朝食会場に向かう準備をします。ちなみに3階の渚ダイニングでの朝食は好きなものを好きなだけ食べられるバイキングシステムみたいなのですが、私が宿泊した部屋は前日同様別館の旬の有賀での朝食となるようです。というわけで早速別館の1階にやってきました。こちらに入るなり前日対応してくれたエスパーがもう出勤しており、朝食は前日と同じ席になるとのこと。そして前日の夕食をいただいたところに行くともう朝食の準備がされてました。この旬の有賀の朝食は色彩豊かな和定食になるとのこと。ちょっとすみません、すごい違和感を感じたので思わず止めちゃいましたが、この違和感に気づく方どれだけいますかね。あまりに気になりすぎたので例のスタッフさんにこの箸の向きって偶然じゃないよねと聞くと、スタッフさんは夕食の際に左利きに気づいたので左向きに置いてくれたとのこと。こちらではこのような指導をされているのか、個人の接客レベルの高さなのか、このような対応は初めてのことだったので意外なところでちょっと感動というか、もっと驚きなのはなぜ私がこの席に座ることが分かったのか。どうやらこのスタッフさんは本物のエスパーだったようです。そしてこちらが彩り豊かな和定食の旬の有賀の朝食です。みかんジュースに鶏の団子に自家製豆腐、お刺身のタコの塩辛マグロのたたきイカそうめん、それから彩りサラダにデザートのヨーグルトムースと季節のフルーツ、香の物3種に伊勢エビのお味噌汁に静岡県産コシヒカリのご飯に小鉢の貝柱の土佐酢あえ、からし菜のおひたしにたけのこと菜の花の梅肉あえです。かなりの種類がありますよね。こだわりのある美味しい料理を何種類も食べることができて朝から幸せです。
しかもこれだけではなくて、作りたてのだし巻き卵に焼きたての選べる干物がさらに追加。自家製豆腐も最初は豆乳だったのが時間が経過し美味しい豆腐に大変身。ちなみにお刺身が食べられない人には鴨肉を用意してくれました。1枚いただきましたが柔らかくてとても美味しかったです。見ての通り美味しいおかずがあまりにも多すぎてご飯が1杯では全然足りないですよね。というわけで前日同様漫画盛りでご飯のおかわりを頂戴しました。朝から絶好調です。伊勢海老のお味噌汁もとっても美味しかったですよ。そして最後はコーヒーかお茶の他にホットミルクもあるとのことなのでホットミルクをもらいました。久々に飲みましたが意外と美味しいんですよね。そういえば夕食朝食ともに担当してくれた接客レベルの高いエスパーさんですが、4月から岐阜の方に働きに行くとのことで、理由は好きな仕事をしながら全国を回りたいとのこと。あれだけのスキルがあれば全国どこでも働けるだろうし、好きな仕事をしながらいろんな地域を回り自分の夢を叶えていくとか最高ですよね。頑張ってください。陰ながら応援してます。そして美味しい朝食をお腹いっぱいいただいて大満足で部屋に戻りちょっと休憩します。もうそろそろ帰り支度をしなければならないと思うと若干寂しくなりますが、今回もなかなか良い旅行になったと思います。そして気になる今回の宿泊費ですが、今回の旅行はオフシーズンの平日の1泊2食付きのしかりという客室で1名あたり29,700円かかるところを事前予約の割引などを利用したことで約4,500円ぐらいの割引が適用され、宿泊費は1名あたり25,125円プラス入湯税150円と夕食時の日本酒代となります。露天風呂客室はとても綺麗で夕食朝食ともにワンランク上の食事をいただくことができ、接客レベルも高い。またロビーラウンジでは時間によりソフトドリンク以外にビールや日本酒が飲み放題だと思うと割引を利用していけば結構お得ではないかと思います。口コミ評価が高いのも納得できました。あとせっかくなので帰りにちょっと寄った近くのお店も紹介します。こちらはトキ一遊さんの近くにある酒屋さんなのですが、地図で場所を説明するとトキ一遊さんから弓ヶ浜の前を通り120号線から帰る途中の左手に港湯という銭湯の看板のところを左に曲がってすぐの場所にあるこちらがトキ一遊さんと同じ鴨郡南伊豆町港にあります岩田商店さんです。営業時間は9時から19時で定休日は水曜日と日曜日となっており、駐車場は店前と店横に停めることができます。こちらでは焼酎の量り売りをされており、種類は芋焼酎に麦焼酎、また古酒とされる麦の長期貯蔵もあり、専用の瓶があれば瓶代が引かれるので安く購入することができるみたいです。もし瓶がなくても棚には瓶詰めされた焼酎が売っているので、とりあえずどんな感じか試しに買ってみるのもいいかもしれませんね。そして今回の一番の目的はこちらです。この塩アイスが有名らしく一度食べてみたくてやってきました。というわけで早速購入。さっぱりとした甘さの中にしっかりと塩を感じることができ、確かに美味しいです。しかも色がエメラルドグリーンで綺麗なんですよね。機会があればぜひ食べてみてください。あとせっかくなので焼酎も購入しました。芋もこしも美味しかったです。ちなみに先ほどの塩アイスは店頭のみの販売みたいなので、どうしても食べたい場合はここまで行くしかないですね。今回は南伊豆旅行としてトキ一遊さんにお邪魔させていただきました。大自然の中で普段とは違う贅沢なひとときを堪能するのであれば、ぜひこちらのトキ一遊さんに宿泊されてみてはいかがでしょうか。またその際はせっかくですから近くの岩田商店さんで記念に塩アイスを食べてみたり、焼酎などを購入されてみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が少しでも参考になったとか面白かったと思っていただけたのであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押してもらえたりコメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お世話になりました。